龍神、八郎太郎を主人公とする八郎太郎伝説は、秋田県を中心に、北東北の各地に伝わる物語です。十和田湖、八郎潟、田沢湖にまたがる壮大な物語。それゆえ別名、三湖伝説とも呼ばれます。この八郎太郎伝説は、平安時代、この地域で起きた、ある自然災害を伝承したものと言われています。その自然災害とは、915年に十和田カルデラ内で発生した有史日本最大級の噴火と、それに伴う火山災害のことです。八郎太郎伝説は、はっきりとした原点を持たず、主に話し言葉を媒介として伝えられた伝承文学です。各地の伝承は、それぞれ少しずつ内容や表現が異なりますが、おおむねこのような物語です。昔々、ある村に、八郎太郎という若者が住んでいました。ある日、仲間と3人で、十和田の山奥へと入っていった時のこと。3匹のイワナを捕まえた八郎太郎は、自分の分だけでなく仲間のイワナも食べてしまうという掟破りを犯します。それから間もなく、焼けるような喉の渇きに襲われ、その渇きを癒すために沢の水を飲み続けました。ふと顔を上げると、水面に映った自分の姿が、いつしか大きな竜となってしまったことに気づきます。村に戻ることができなくなった八郎太郎は、涙を流し、仲間に別れを告げます。そして、沢の水をせき止めて十和田湖を築き、深い湖の底に住む主となったのです。熊野の修行僧、南園坊は、諸国を巡っていました。熊野権現のお告げに従い、永住の地を探していたのです。神々しく美しい湖、十和田湖に着いた南園坊は、ここがお告げにあった永住の地であることを知り、この湖の主となることを決意します。しかし、その決意は、すでにいる十和田湖の主、八郎太郎の逆鱗に触れます。南園坊の目の前に八郎太郎が現れ、そして、湖の覇権を争う激しい戦いが始まったのです。南園坊は経文を唱えると、法華経を八郎太郎に向けて投げつけます。すると、そのお経は、9つの頭を持つ竜となり、八郎太郎に挑みかかりました。八郎太郎も、8つの頭を持つ竜に姿を変え、南園坊に挑みかかります。静かであった湖は、急に荒れ狂い、雷が鳴り響き、山々が鳴動します。この戦いは、7日7晩も続いたといいます。南園坊は、最後の力を振り絞ってお経を投げつけ、八郎太郎の体に突き刺しました。とうとう八郎太郎は力尽き、体を引きずりながら、十和田湖から逃げ去ります。そして、南園坊は、十和田湖の新たな主として、悠然と湖へと入っていったのです。十和田湖を追われ、鹿角の里にたどり着いた八郎太郎は、ここを安住の地にしようと、米代川をせき止めて湖を作ろうとします。これに驚いた鹿角の神様たちは、八郎太郎を追い出すため、せき止めた場所を壊します。再び住処を失った八郎太郎は、米代川をさらに下ることになります。君町坂付近に着いた八郎太郎は、ここで蛇行する米代川をせき止めて湖にし、住処にしました。
困った七倉山の神様たちは、八郎太郎に力比べを挑み、難なく八郎太郎を任します。八郎太郎に、天神様はこう諭します。この川の下流、男鹿半島の方にもっと広い場所がある。ここではなく、そこを住処としてはどうか。天神様は、白ネズミに包みを食い破らせ、八郎太郎は、またも下流に流されます。かわいそうに、各地を追い出されて米代川を下り切った八郎太郎は、そこで、ようやく安住の地、八郎潟を得たのです。語り継がれてきたのはこのような物語です。その他、文字に残された八郎太郎伝説もいくつか存在します。その最も古いと思われる文献、室町時代に成立した三国伝記には、この伝説の基礎となるような記述が残されています。それは、釈南蔵、不生不滅を得ること、と題された物語です。八郎太郎は、八頭の大蛇として、南蔵の坊は釈南蔵として登場しています。二人の戦いの場面。食い合うこと7日7夜なり。動揺すること雷号のごとく。力用電光に似たり。ついに八刀流食い負けて、引き手大会に入らんとす。壮絶極まる描写です。あるいは、この三国伝記が、八郎太郎伝説の原点の一つと言えるかもしれません。なぜ、この物語が、十和田火山の噴火災害と結びつけられるのでしょうか。それは、物語の一連の流れ、つまり、十和田湖で激しい戦いが起こり、敗れた八郎太郎が、米代川で、たびたび悪さをしながら下流に落ち延びていく様が、噴火災害の発生過程と、見事に符合するからです。十和田平安噴火は、十和田カルデラの内部にある中の海カルデラで発生します。中の海のある場所には、かつて清掃火山が存在しました。五色岩火山です。この火山の山頂火口が、度重なる大噴火により陥没し、湖水が流入してできたのが中の海です。平安時代の噴火は、この五色岩火山が生んだカルデラ、中の海から発生します。噴火は、激しいプリニー式噴火とマグマ水蒸気噴火を交互に繰り返します。その後、大規模な火砕流が発生し、噴火のクライマックスを迎えます。発生した火砕流はカルデラ壁から溢れ出し、地方の谷を流れ下りました。そして、火砕流の本体から舞い上がった火山灰が南南西方向へ流れ、東北地方のほぼ全域を覆い尽くしました。火山灰が、いずれも南南西方向に分布するのは、偏西風の影響が強い日本では珍しいことです。そのため、噴火当時には、台風や低気圧の接近があったのかもしれません。そしてそのことは、この噴火が台風が通過するまでの短い時間、
おそらく1日程度の出来事であったことを示唆します。そのような短時間で収束したにもかかわらず、十和田平安噴火の総噴出量は 5.3 立方キロメートルにも及びました。この噴出量は有史以降の日本最大規模です。この大噴火の事実を直接記録した文献はありません。当時、十和田カルデラの周辺は、まだ大和朝廷の統治が及んでいなかったのです。しかし、遠く離れた京の都では、噴火の影響を思わせる空模様や伝聞が記録されています。当時の比叡山の僧、光円は、このように記しています。延義15年7月5日朝、太陽に輝きがない。まるで月のようだった。人々はこれを不思議に思った。7月13日、ベワの国で灰が降り、2寸積もったとの報告があった。桑の葉が各地で枯れたとのこと。十和田火山からのテフラが南に流されたことで、エアロゾルは今日の空にまで飛散していたようです。米代川の流域では、江戸時代から現代まで地中に埋没した家屋の発見が続いています。埋没家屋は平安時代の住居であることが分かっています。平安噴火の火砕流が米代川の上流域と花輪盆地に堆積した結果、火山泥流がその下流域、大館盆地、鷹巣盆地、そして能代平野を次々と襲ったのです。米代川は盆地の間に狭窄部がいくつも現れるため、多量の土砂が狭窄部で堆積し、河川のせき止めと決壊が何度も繰り返されたのでしょう。このような噴火の痕跡により、当時、この地の人々が目にしたであろう光景が浮かびます。人々は確かに竜を見たのです。上空高く立ち上る噴煙中、激しい稲妻と轟音。地を這い、谷を埋め尽くす灼熱の火砕流。そして、里を飲み込むシラス洪水。それらの現象が、当時の人々の目には、荒れ狂う竜神の姿として映ったのかもしれません。大規模な災害というのは、伝説と化すのです。八郎太郎伝説は、米代川の流域の他にも、岩木川や奥入瀬川などの流域にも残っています。いずれも、シラス洪水の被害があったと思われる地点です。このように、十和田平安噴火が、周辺地域に甚大な災害を引き起こしたのは明らかです。しかし、同じようにシラス洪水に襲われたはずの岩木川の下流域では、そのような伝説は残っていません。915年当時、この一帯はまだ低い湿地帯で、人々の居住がまだ進んでいない地域でした。災害を語り継ぐほどの居住者がいなかったのかもしれません。ところが、西暦1000年以降、この地方一帯では、急激な人口増加が見られます。これは、十和田噴火が引き起こしたシラス洪水により、岩木川の下流域の湿地帯が埋め立てられ、人々の住みやすい環境が形成されたことが背景にあると考えられます。平安時代、
北東北の地で暴れ回り、人々に災いをもたらした八郎太郎。しかし、岩木川の下流域に移住した人々にとって、八郎太郎は、むしろ、湿地帯を玉夜へと変えた、豊穣の神であったのかもしれません。